各社が知恵を絞って生き残りを目指そうと、ユーザーに新たな体験を与えてきた。一方で、生き残ることのできなかった者は会社を巻き込んで潰れるなど、戦いも激しさを増してくる。そして生き残った2社の戦い、ここでは PS4 が暫定勝利で幕を収め、各社は、次の時代へと動き始めたのであった。時は2013年。携帯機最強の座を手に入れ、順風満帆の 3DS。ソフト面においても、この年までに発売されたソフトではモンハン、ポケモン、さらにはスマホゲームの移植までもが加わり、12本もソフトがミリオンに到達。その中でも注目されたのがこの、妖怪ウォッチ。アニメ化や映画化で人気が拡大している、期待の新勢だ。こうして3大携帯銃を揃えた 3DS には攻守ともに死角なし、この年も 3DS の独占上で幕を閉じた。こちらには、発売してからというもの、踏んだり蹴ったりのビータの姿があった。そしてビータは、自分の役割を探し求め、自分探しの旅へと、向かうことにした。訪れたのは、かつてゲーム機を発売し、先祖と戦ったと自称する、パナソニック。実はパナソニックはゲーム機業界への再参入を目指し、裏で新型ゲーム機を開発していた。その携帯ゲーム機は、なんとキーボードや、HD のディスプレイを内蔵し、さらに Android OS が使われるなど、今までの携帯ゲーム機の常識を覆すようなものだったとされている。しかしそのゲーム機は、なんと開発中止。それを横目で見ていたソニーは、あることを考えた。Android 搭載で、HD 画質、これなら、うちが作ってるじゃないか。実はこの時ソニーは、ヨーロッパの大手通信機器メーカーと協力して、スマートフォンを作っていた。これにゲーム機の装備をくっつければ、3DS なんぞ粉々にできるのではないか。それは、容赦なく現れた。エクスペリア、プレイ。ソニーの看板スマホのブランド名を引っ提げ、どっかで見たようなコントローラーをくっつけた、まさにパーフェクト超人の再来と、民衆の期待が高まる。しかしこのハード、実はとんでもないクソハードだった。まずゲーム機として考えた時に、ストレージが少なく、せっかくのゲームがほとんど入らない上に、当時のスマホの処理能力には限界があり、通常動作ももっさりというひどいありさま。さらにスマホとしても、コントローラーのせいで無駄に分厚く重い上、当時の有効だったワンセグやお財布携帯にも非対応と、かゆいところに手が届かない。結局あまり流行らず自然消滅という形で幕を下ろす。モンハンに逃げられ、ソニーにすら逃げられ、打つ手がなくなったビータ。行き場を失い、さまよった先に訪れたのは、またこちらも先祖と戦ったと言われているこの会社。この会社は、自分の得意な市場で勝負を挑むべく、活気に溢れていた。ここで学んだのは、自分も新たなジャンルを見つけ、そこで勝負を挑むことだった。そこで編み出したのは、超小型漬物石という新ジャンル。据え置き機に変身してまでも漬物にこだわるその姿は、どう見ても 3DS から逃げる口実を作りたいだけのものだった。すると、地上から半透明の何かの残骸を発見。これは、まさか。一方その頃の任天堂 3DS のさらなる大画面化を進めた新型を投入するなど、着々とビータ討伐への準備を進めていく。そして SCE は自称漬物石となった初期型ビータに見切りをつけ、画面や形状に変更を加えたビータの新型を発売。あくまでも徹底抗戦を貫く構えだ。突如妖怪に謎の警報が、一体どうした？破竹の勢いで様々な業界を圧倒したスマートフォン、当然ゲーム機ともシェアを争うことになる。この勢いの原動力は、ゲーム内アイテムへの課金を収入源とし、ゲーム本体が無料のゲームの存在にあった。基本プレイ無料というお手軽さで従来の高年齢層のライトユーザーを次々に吸収。特に影響を受けたのは 3DS。DS 時代に獲得したライトユーザーをまとめてかっさらわれてしまった。
時は2014年に突入。地上では激しい密と燃え戦が繰り広げられる中、空中は相変わらずの 3DS の独占上が続く。本体の販売台数もシリーズ合計で1500番台に到達。しかし、これからも続く戦いでは今の性能だと心もとない。というわけでまた新型を投入。ニューニンテンドー 3DS。名前にニューを付けたもの勝ち理論が垣間見えるも、処理性能や 3D 効果などが進化している。おまけにアミーボにも対応し、据え置きとの連携もバッチリ。スマートフォンに押されている北米市場では、2DS という廉価版を発売。3DS 勢力は、日々拡大を続けているのだ。一方ビータ。ようやくまともに戦えるソフトが揃い始めるも、売上台数では 3DS に惨敗。そして初期型ビータが、何やら瓦礫の山を包んで、上空へと戻ってきた。このディスクの残骸を解析したところ、マインクラフトという、ブロックを積み上げ広大な世界を楽しむ、ゲームソフトであることが発覚。これをビータへと移植発売すれば、きっと売れるはずだ。そうしてビータに移植されたマインクラフト。そして、スマートフォンやパソコンを持っていない子供たちの心に火をつけたようで、なんと大ヒット。新型の発売で実はいらないこと化していた初期型が撃沈、ようやく戦争らしくなってきた。ここまで来れば、あとは性能差で巻き返しが可能。勝利の女神が、ビータへと微笑んだ瞬間だった。が、笑いの神も微笑むとするとどうなるか。黒いハードは笑いの神を呼び寄せることに気づいた時に波紋遅い。なんとマイクラ発売のわずか1月後のタイミングでポケモンのフルリメイク、2月後には妖怪ウォッチ最新作まで発売されてしまうというタイミングの悪さ。年末になる頃には、携帯機市場はいつの間にか、ポケモンと妖怪の2色で染まり上がっていた。このタイミングの悪さに加え、頼みのマイクラはダウンロード販売限定。ダウンロードに必要な独自規格のメモリーがバカ高く、ユーザーからは悩みの声が相次いだという。こうして 3DS を倒せる最大のチャンスを逃したビータ。しかしこの使い回されたマップ画像に、さぞかし視聴者も見合っていることだろう。そんな状況を救うべく、アメリカから最強の刺客が送り込まれる。新たなる乱入者だ。シールド、タブレット。独自のソフト市場を構築し、さらに専用のコントローラーまでも用意するが、ゲーム機というよりタブレット端末に近い印象。しかし開発元は大手半導体企業、NVIDIA。パソコン業界出身なだけあって高性能で、なんとこれ一つで生配信までできてしまう、この高機能、高性能を武器に攻撃を仕掛ける。性能面で言えば、今までの携帯ゲーム機が勝てるはずもなく、攻撃を受けてしまう。すぐさま反撃態勢に入る、3DS とビータ。しかし、弥生時の隣に置かれていてもおかしくないこれらのゲーム機の反撃など、痛くも痒くも攻撃が通じた、なんだこいつらは。それはやはりポケモンやマイクラをはじめとしたソフトの力。それに引き換えシールドタブレット。しょっぱなこそ注目されたものの、NVIDIA のやる気のなさに加え、その高性能を、値段の高さでも表現してしまったことがあだとなり、スタートダッシュに失敗してしまう。こうして、NVIDIA の日本での初戦は、敗北を喫することになってしまった。そして翌年の2015年。この年になるとニューのついた 3DS 専用のソフトが出現し始めた。そうした新型の姿を見た 3DSLL は引退。これからは新型2機種で戦場に立つことになる。一方のビータ。返り討ちにあってしまった去年の反省を生かし、マインクラフトのパッケージ版を発売。当然マイクラは人気ソフト、パソコンやスマホでも出ているが、なんとビータのマインクラフトは、PS3 とセーブデータが共有できるおまけ付き。他機種との差別化で、生き残りを目指すようだ。こうして睨み合いの続く2機種を横目に、痺れを切らすゲーム機がいた。シールドタブレット。前回あんなに豪華な演出をしておいて、それがメンツを潰すための前振りだったことに気づいた時にハトキすでに遅し。しかし NVIDIA にもまだ切り札はある、なんと別の携帯機と据え置き機を用意しているというのだ。これらを戦線に投入するためにも、今いるシールドタブレットには頑張ってもらうしかない。攻撃。ここで緊急事態発生。なんとシールドタブレットには、バッテリーが異常発熱し、発火する場合があるという、致命的欠陥を抱えていた。そのせいで、今まで生産された製品が回収されてしまう事態にまで発展。実は元からいまいちだったシールドタブレットの評判は急降下。そう、Android OS を載せたゲーム機たちは、なぜかことごとくずっこけているのだ。結局 NVIDIA の他機種は発売されることもなく、これにて NVIDIA のゲーム機市場での戦いは、終わりを告げた。
余計な茶番も終わり、ついに恒例の年末商戦へと突入する。3DS、今年の目玉はモンハン最新作に、妖怪ウォッチスピンオフと、強力な布陣を揃えている。3DS の攻撃。ここで耐えなければビータ与えた。こちらもマインクラフトなどが好調、なんとか撃沈を回避することに成功する。さらに 3DS の 1.5 倍ものソフトラインナップで攻撃に入る。少しずつ着実にダメージを与えているビータは、もうただのカカシではない。今のうちにさらなる追加ダメージを与えておきたいビータ。3DS に派できない独自の魅力で勝負を挑む。そう、PS3 と共有できるのは、マイクラのセーブデータだけではなかった。プレイステーション、NOW。なんと最新技術で、ビータでも PS3 のゲームが遊べてしまうというサービスだ。いくら PS3 が旧世代機といえど、携帯機が相手なら十分な威力だろう。ついに 3DS が落とされる時が来た。ビータが自らの勝利を確信し、攻撃に入る。だがしかし、もう、すべてが遅すぎたのだ。3DS を救ったその正体は、任天堂の策略、NX デルデル詐欺と呼ばれるもの。これはいつもの戦略。3DS も普及が進んだことで、2代目としてビータを買おうか迷っているユーザーも多いはず。そしてこのタイミングで、任天堂が次世代機の開発をほのめかすとどうなるか。そう、ユーザーは任天堂次世代機が出るまでライバルハードを我慢する流れに落ち着き、3DS を延命させることができるというもの。しかし開発状況は、このざま。早く次世代機を完成させなければ、ユーザーが痺れを切らし、ビータやスマートフォンなどに流れてしまうのは確実だ。こうして任天堂は、次世代機、コードネーム NX の開発を急ぐことになる。翌年になる頃、そこには、一番美味しいところを持っていかれ、戦闘不能となったビータの姿があった。ということは、SIE は戦闘不能となったビータに特に手こ入れを行わなかったため、3DS はライバル不在に。戦場とは思えないのどかな雰囲気の中で、有頂天になっている会社があった。レベル5。3DS 勝利の第3の立役者、妖怪ウォッチを生み出した会社だ。ゲームと連動したアニメや映画を売り込む、メディアミックス戦略が大当たり。そしてレベル5は、まだ足を踏み入れていない、スマートフォン市場での展開を画策する。手始めに妖怪ウォッチのスピンオフを投入するが、それだけでは飽き足らず、なんと 3DS で出した初代妖怪ウォッチを、スマートフォンに投入すると発表したのだ。そうなると全く話が変わってくる。3DS の生命線であるソフトまで奪われるとなっては、こちらのメンツも潰れてしまうのは確実だ。ここで今までの 3DS への反省点を見つけ出した。低年齢層には強い 3DS だが、大人や社会人などの高年齢層には弱いのだ。少子高齢化で市場が縮小する中、高年齢層の確保は喫緊の課題だ。こうして高年齢層へのセールスポイントを探し求め、最近活気に溢れている、ある業界へと向かった。ここは、レトロゲーム機同士の戦場。かつてここでは、大勢のレトロゲーム互換機が、熱い戦いを繰り広げていたが、任天堂が満を持して投入したミニファミコンの登場で、戦況は一変。かつてどこかで見たような、集団いじめられの光景が広がっていた。それと同時に、レトロゲームブームが到来、市場はかつてない盛り上がりを見せていた。これだ、これでいこう。ということで登場したのがこの 2DS。以前より海外で発売されていた 2DS に、初代ポケモンのバーチャルコンソールをセットにすることで、初代ポケモンをリアルタイムで遊んでいた高年齢層をターゲットに再ブレイクを狙う。が、ダメ。本体が折りたためないので無駄にかさばるの浜台として、ニュー専用のソフトや拡張スライドパッドなどの周辺機器が使えないという応募か。狙っていた高年齢層からの支持を得られず、2DS は最初から最後まで空気で終わる。しかし、2DS の体を張った時間稼ぎのおかげで、ついに任天堂次世代機が完成。10月20日、公式サイトにて発表されたのが、NX 改め、任天堂スイッチ。HD の大画面タッチパネルや、NVIDIA との共同開発も特徴だが、なんとスイッチは、コントローラーと本体を分離し、ドックにセットすることにより、据え置きになるというのだから一同びっくり。そう、これは事実上、任天堂の携帯機と据え置き機が、統合されるということなのだ。どうして任天堂は、このような戦略へと、舵を切ることになったのだろうか。任天堂は1989年のゲームボーイ発売以降、常に携帯機と据え置き機というラインナップを貫いてきた。し
かし、21世紀になり、ソフト開発にかかる手間が増えると同時に、ある問題が発生。ハードの独自路線により、携帯機と据え置き機の構造の差が大きくなったことで、ゲームソフトの開発スタッフや環境が、真っ二つに分かれてしまったのだ。当然2つのチームを維持するともなれば、手間もコストも余計にかかってしまう。そのせいで、開発の難しかった Wii U に、ソフト開発の資源を集中させることもできず、ソフト開発の遅れを招いてしまったのだ。さらにスマートフォンの普及などによって、携帯ゲーム機の市場は、前の世代より大幅に縮小、発売されるソフトも減少し、ユーザーが流れるという悪循環までも発生してしまう。据え置きでも不調な今、携帯機をわざわざ別で手掛ける必要は、今はもうない。しかし、今まで据え置き機が不調な時に助けてくれたのは、いつだって携帯機だった。そう、これは任天堂の悲願と同時に、危険な賭けでもあるのだ。もしスイッチがこけても、誰も助けてはくれない。任天堂にとって、スイッチで負けは許されないのだ。時は、ついに運命の2017年に突入。そこには久しぶりに登場したビータの姿が。ビータは動画サイトを中心に話題を呼んだインディーズゲームの移植、アンダーテールで攻撃を企んでいた。が、その時だった。任天堂スイッチ。任天堂が送り出した渾身の次世代機がついに発売。今までの携帯機をはるかに超える高性能機を相手に、立ち向かってくるアホなゲーム機は、そうそういないだろう。まだ勝負が決まったわけじゃない、と余裕を見せるビータ。なんと早くもスイッチの欠点を、2つも見つけたとのこと。1つ目は、価格の高さだ。携帯機で3万円という価格では無茶が過ぎるに違いないだろう。そして、高性能は言い換えれば、電池を大きく消耗するため、バッテリー持ちに問題があるのは避けられないはずだ。PSP の過ちをリアルに再現し、ゲームボーイの初心を忘れたスイッチ、これは終わったか。しかし、忘れてはいないだろうか。スイッチは据え置き機にもなるということを。価格も、消費電力も、据え置きとしてみればどうってことないという融通ぶり。スイッチの攻撃。いきなり大打撃を食らうビータ、でもまだ諦めない。スイッチの欠点はこれだけではない。なんと、あれだけソフトに強かった、3DS のソフトが使えないのだ。まだポケモンも、モンハンも、妖怪も、今はスイッチに入らない。有力ソフトの揃っていない今がチャンスとばかりに再攻撃の準備に入る。しかしそれすらもスイッチの想定のうち。なんと発売前から、マリオ本編やスプラトゥーンなどの任天堂ソフトのリリースを予告。そう、地上で話題を呼んだイカが、ついに空中へとやってくるのだ。そうと知ったユーザーたちの期待は、スイッチへと一極集中。まだ負けるわけにはいかない、プレイステーションの空への夢は、まだ叶っていない。だがしかし、モンハンのブームは戻らない今、ユーザーの関心が再びビータへと移ることは、ついになかった。2019年3月、国内でのビータの出荷が完了し、SCE 時代から続いた、15年にわたる SIE の空の夢は、ついに幕を閉じた。しかし、SIE が空中からいなくなっても、戦いはまだ終わらない。さらなる新兵器や、新たな勢力まで現れ、ゲーム機戦争は新たな局面へと突入しようとしていた。